皆さん、こんにちは。やぶ基礎デッサン講座の藪下です。中級編第10回目は、ナスとパプリカを描きます。形、比例、材質感、固有色、立体感、空間、構図などに注意してデッサンを進めます。ナスとパプリカは自然形態ですが、形と陰影による明暗は、ナスは円柱と半球の組み合わせ、パプリカは大きく見れば円柱、面の展開で見れば3面の見える角柱の組み合わせと考えられます。また、ナスもパプリカも色味はほぼ単色の固有色であり、2つのモチーフの明度差はかなりあります。特にナスの固有色はとても濃く、見える通りに描くと立体感の表現がしづらいですから、手前と奥の距離感や回り込む輪郭線付近の色味に意識的な強弱をつけて立体感を表現します。モチーフを大きく捉えることで立体感や空間を表現し、細部を描写することで材質感やそれらしさを表現します。ナスとパプリカはこれですが、描き出す前にナスとパプリカを手に取り、いろいろな角度から形や縦、横、高さの長さの比率、色や構造や手触り、重さなどを十分に確かめてください。また、こういう野菜はヘタの部分をしっかり描かないとデッサン全体がぼやけたものになりますから、ヘタの部分もよく観察しておきます。モチーフのことをよく知ることが魅力あるデッサンにつながりますから、これはデッサンを始める前の準備運動みたいなものです。画用紙は八つ切りの大きさ 38cm×27 センチと、鉛筆は三菱ユニの 3H から 6B までの濃さの鉛筆を使いました。動画の再生速度も画面中に表示しておきます。また、制作時間は2時間40分でした。この動画を最後まで見れば、制作手順、鉛筆の動かし方、デニゴムの使い方などがわかると思いますから、最後まで見てぜひ参考にしてください。動画を見て、なるほど、そうするのかと合点がいけば、それだけ皆さんは上達したことになります。それでは、ナスとパプリカのデッサンを始めましょう。当たりを取ります。全体のバランスを考えながら、ナスとパプリカの位置、ナスとパプリカの間の空間、画用紙の上下左右の余白の大きさなどを検討しながら、モチーフの大体の配置と大きさを描きます。鉛筆は HB を使っています。間違った線も消さずに上から描いていきます。形を描いていきます。測り棒を使って A、B の長さの比率を確認しておきます。また C の長さを基準にして、ナスとパプリカの横幅の長さを検討しておきます。またこの図のように、ポイントになる点を通る水平線、垂直線を想定して、その水平線、垂直線が他の部分のどこを通過するかを確認しておくといいと思います。ただし、よく目立つ大きな部分の比率だけで構いませんし、測り棒を使って確認してもどうも形がおかしいというときは、自分の感覚の方を優先してください。ナスから描いていきます。よく曲がっている部分に着目して、直線っぽい曲線を使って描き、その後自然な形に修正します。ヘタの部分も同様によく曲がっている部分の位置関係に注意して描いています。ナスの暗い帯の部分も軽く位置を当たっておきます。台紙状の影も大まかに描いておきます。ナスとの位置関係に注意しながらパプリカの形を描いていきます。パプリカもよく曲がっている部分に着目して直線っぽい曲線を使って描き、その後自然な形に修正します。面の境目に鉛筆を入れると形が分かりやすくなります。
パプリカのヘタの部分も軸の傾きや構造に注意してある程度描いています。濃くなりすぎた線は練りゴムで薄くして台紙状の影も大まかに描いています。これで形は完成です。明暗を描きます。最初にどこから光が来ているのか光源の位置を確認しておきます。大きな明暗の配置や面の曲がりによる明暗の変化、帯状につながる暗い帯や反射光、前後の強弱や輪郭線付近の回り込む面の弱さなども確認します。モチーフが2つありますから、明暗の強弱や空間表現については、ナスとパプリカが別々のものにならないように、2つで1つのモチーフと考えて常に全体を意識しながらデッサンを進めます。ナスから描き始めます。ナスの固有色はとても暗いので 3B の鉛筆を使っています。ナスは横倒しの円柱と半球の組み合わせと考えて、円柱とそれにつながる半球の暗い帯から描き始めます。接地面の影、反射光、暗い帯、明るい部分と並びますから、それを念頭に置いて横方向の長い線を使っています。ナスを輪切りにした時の断面方向の曲線のタッチも使います。ヘタは実の部分ほど丸くはないですから、面の向きをよく確かめます。ヘタの部分の目立つ形や暗さをアクセント的に描いています。ヘタは一番手前にあり、ナスのデッサンを引き締める重要な部分ですから遅れないように描いています。ナスの固有色の暗さと暗い帯、明暗の出来方を念頭にどんどん描いていきます。台紙状の影も水平方向の線を多用して大まかに描いています。ナスのヘタのこの部分は実の丸みに比べて少し角張っています。それに伴う明暗の変化を描きながら小さな形の凹凸による明暗を描いています。ヘタは重要な部分ですから遅れないようにします。パプリカを描いていきます。パプリカの描き出しは全体を円柱形と考えて光の方向に対する大きな明暗を描いていきます。
パプリカの中心を通るように縦に切った時の切り口の線、横方向に輪切りにした時の切り口の線、形や明暗のつながりに沿う方向の線などを使って描いています。B の鉛筆を使っています。パプリカのヘタもまた重要な部分ですから遅れないように描いていきます。実の部分よりも濃い色味ですから一歩先んじてデッサンを進めます。軸は円柱形の形をしています。額辺は六角形の形をしていて小さな形の凹凸がありますから目立つ形や暗さをアクセント的に描いています。台紙上の影も水平方向の線を多用して遅れないように描いています。ナスの明暗の暗い帯と鮮やかに発色している濃いナス色の部分を中心に描いています。常に円柱プラス半球の明暗の強弱を意識します。ナスの下側は白い台紙や台紙状の影が映り込んでいて少し明るく見えます。輪郭線付近は実際に見えているよりは少し弱く明るく描いて濃い色味の部分との明暗さを強調しておきます。ヘタの部分は大きな面の向きの変化による明暗に注意しながら小さな形の凹凸による明暗を書き込んでいます。台紙上の影にも随分と明暗に差がありますからよく観察して描いていきます。パプリカのヘタの部分も遅れないように描いています。軸は円柱形の明暗を適用し、額の部分は全体の色味を描きながら小さな形の凹凸による明暗を描いています。パ
パプリカは大きく見れば円柱形と考えられますが、もう少し細かく形を見て、横方向も縦方向も3面が見えるこの字型の形の組み合わせと考えると理解しやすいです。この字型の向かい合う面を一対と考えてデッサンすると形が強くなります。面の境目にもう一つ小さな斜めの面を設定して5つの面と考えても構いません。中級編第1回の靴を描くの動画や初級編第20回のピーマンと粘土のデッサンの動画でも説明していますから、そちらも参考にしてください。パプリカの3面の明暗と面の境目の暗さを意識してデッサンを進めます。パプリカの黄色はとても明るいですから暗くなりすぎないようにナスの色味と比較しながら描いています。この部分は一番奥にある回り込む形ですから弱く鈍く描いています。この上の部分も同じように3面を意識してデッサンをします。ナスのヘタの書き込みを続けます。どの野菜でもそうですが、重たい実の部分を茎につなぎ止めておく構造的な強さが感じられますから、ここをしっかり書くことでデッサンにも強さを与えることができます。より暗い凹凸の明暗を書きながら、大きな面の変化による明暗にも注意を払います。ナスの書き込みを続けます。反射光で明るい部分、その中の台紙状の影の映り込み、暗い帯、ナス色の濃い部分、光の方を向いている明るい部分に分かれますが、色味が濃く分かりにくいときは、ナスが真っ白であればと仮定したときの明暗変化を考えます。また、白い紙コップを同じように横倒しにして明暗を確認し、それを適用するといいと思います。また輪郭線付近は向こう側に回り込む形ですから弱く鈍く描いておきます。ナスの強さと比較しながらヘタの部分を書き込んでいます。パプリカのヘタの部分も構造的な強さとエネルギーの集約みたいなものを感じます。パプリカの実の部分も大きな面の変化による明暗を意識しながらより細かく形や面や色味のつながりを書き込んでいます。デッサンは細部を書き込むことで全体の明暗の不備が見えてきたり
また全体の明暗を書くことで細部の描写の不足が見えてきたりします。全体から細部へ、細部から全体へと行きつ戻りつデッサンは進みます。この場合の全体とはパプリカだけではなくナスも含めた画面全体のことを言います。時々2メートルほど離れたところにデッサンを置いてモチーフとデッサンをゆっくり見比べてください。距離を置いて見ることで自分のデッサンを客観的に見ることができます。そして書くべきところをしっかり確認してからデッサンを再開します。見る、確認する、書くのサイクルを常に繰り返します。このことは毎回動画でお話ししていますから、もう皆さん十分にお分かりやと思いますが、この距離を置いて客観的に自分のデッサンを見るということはとても重要なことですからね。台紙上の影も遅れないように描いています。同じ濃さであれば手前は強く濃く、奥に行くほど弱く薄く描いて空間表現に役立てます。また台紙とモチーフの各部分の距離の違いによって影の濃さも変化しますからよく観察します。消しゴムの角を使って小さな形の明るい部分を明るくしています。こするように使ったり叩くように使っています。今度は消しゴムの平たい部分をさするように使って少し明るくしています。今度は練りゴムを押し付けたりさするように使ったり軽く叩くように使っています。消しゴムで明るくした部分の形を整えながら書き込みを続けます。ナス色の濃い部分を中心に書き込みを続けます。大きな明暗変化に注意しながら、より細かな色味や明暗の変化やつながりを追いかけます。
ヘタの部分に戻ってきてもう一段書き込みを強めます。ナスの色味の強さと比較しながら、またパプリカの実の黄色い色と比較しながら強弱を決めていきます。小さな形の凹凸ですが、できるだけ光に対する面の向きを考えて描いています。ヘタの部分がかなり強くなったので、ナスの色味の強さを念頭に置きながら実の部分を強めています。奥にある形や輪郭線付近の向こう側に回り込む形は H 系の鉛筆を使って弱く薄く鈍く描いています。初級編第6回の卵を描くの動画でお話ししたように、デッサン上では青い線と赤い線は同じ長さですが、青い線は輪郭線付近にあるため実際の距離は赤い線に比べてかなり長くなります。その長い距離を青い線の幅で表現するわけですから、明暗変化の描写は少し慎重に確認しながら描いていきます。ナスの輪郭線付近の描写も同じことです。またナスに戻ってきました。画面全体を見ながら最後の書き込みです。ナスは手前にありますから、円柱形の明暗変化と前後の距離を念頭に置きながら 6B の鉛筆を使ってしっかりナス色を表現します。回り込む輪郭線付近の形の明暗は慎重に描き、手前のナス色の濃い部分との強弱の差を少し強めて立体感を表現します。ナスのヘタの部分ももう一段書き込みを強めます。実の部分との違いをしっかり描き、一番手前に引っ張り出します。全体の中での強さを考えながら最後の書き込みです。
台紙上の影も全体の明暗の中に収まるように調整して完成に向かいます。そろそろこの辺りで完成にしておきます。はい、皆さんいかがでしたか？ナスもパプリカも形を描くのはさして難しいモチーフではないのですが、やはりナスの濃い色味を描写しながら、なおかつ立体感や置かれている空間を表現するには、実際に見える目からの情報だけではなく、ここはこうなっているからこうなるはずやというような光の方向と面の向き、前後の距離感、ナス色の強弱、全体のバランスなどを考えながら、理屈を活用する必要があるなぁと改めて思いました。それでは今回の要点をまとめます。1、自然形態は基本形態、立方体、円柱、球体の変形や組み合わせとして形や明暗を考えます。ナスは円柱プラス半球、パプリカは円柱、そして三面が見える角柱の組み合わせと考えます。2、ナスのような色が濃く濃淡変化が分かりにくいモチーフは、真っ白であればと仮定した時の明暗変化を考えます。また白い紙コップをナスと同じように置き、その明暗変化を適用します。3、ナスのように色が濃く濃淡変化が分かりにくいモチーフは、手前のナス色の濃く鮮やかな部分をしっかり描き、奥に行くほどまた輪郭線付近ほど弱く描き、意識的に前後の強弱、明暗、濃淡に変化をつけて立体感を表現します。4、モチーフが複数の場合も2つで1つのモチーフと考えて、手前は強く濃くはっきりと描き、奥に行くほど弱く薄くぼんやりと描くことで空間を表現します。台紙上の影も空間表現に活用します。はい、皆さんお疲れ様でした。ナスとパプリカのデッサンの説明は以上です。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いしますね。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんごきげんよう。